今週やっておきたい食材集め。じゃあスパルと申します。来週は鍋容量が 1.5 倍になるもうすぐ2周年キャンペーンってことで、第一パンさんありがとうございます。今後のために大型レシピのレベル上げもしたいし、リサーチの夢のかけら 1.5 倍の効果もあるので、月曜日くらいはすでにレベルの上がっている最強料理でエナジーブーストするのもいいよなーってことで、食材何を貯めておくと良さそうか、自分の思考の整理も兼ねて、無課金初期税パル目線で考えていきたいと思います。何パターンか考えてみようと思います。それでは参ります。ってことで食材集め、皆さんはもう準備されてますでしょうか？まだだよという方ご安心ください。私もこれからです。メンテナンス終了くらいから集め始めようと思ってるんですが、やっておくと来週楽しくなるかなと思うので、ぜひ多少でも意識してみていただけたらなと思います。そんなわけで、とりあえず3パターンの備蓄計画考えていきます。条件は鍋容量がマックスの69まで達していて、料理3種ランダムで挑む場合を想定してみましょう。まず最初に食材数100個超えのレシピを作りたい場合、レシピレベル上げメインっていう感じですね。無課金的には鍋拡張を重ねがけすることなく、ストレスフリーで超大型レシピが作れるタイミングなので、このキャンペーンを一番活かしているといえばそうっていう選択肢ではありますかね。居合切りすき焼きカレー、リンゴ酸ヨーグルトサラダ、ドーのエクレア。一旦この3種すべてに対応してみたいと思います。まず使う食材を分解していくと全部で9種類。ミルク、蜜、卵が2つのレシピに使われていて、その他ネギ、ミート、リンゴ、トマト、カカオ、コーヒーとなっています。ってことで、すんごいざっくり全部3食分対応しようと思うとこうなります。ミルク78個、蜜78個、卵105個、ネギ81個、ミート78個、リンゴ84個、トマト69個、カカオ90個、コーヒー72個。合計735個でちょっと溢れちゃうんですが、まあ対応できている範囲と言えるでしょう。これを軸に考えていきたいと思います。例えばミルク、蜜、卵は2種のレシピに使えるので重要度が高いですよね。なのでここだけ6食分とか持ち込んで残り1食分だけとかにしてみましょうか。そうするとミルク156個、蜜156個、卵210個、その他って感じでトータル680個で食材バッグの700に収まってますし、非常にいい感じにも見えますね。あとはお手持ちのポケモンたちで集めやすい食材、集めにくい食材あるかと思うので、うまいことカスタマイズしてもらえるといいのかなと思います。例えばネギを筆頭に高エナジーなカカオ、コーヒーなんかは非常に集めづらい食材ですよね。なのでミルク、蜜、卵は4食分まで落として、ネギ、カカオ、コーヒーを3食分、その他1食分とか、こういった配分も悪くなさそうです。重要食材にあたるミルクと蜜はカメックスとか不思議花がいるのであれば AA レベル30とかでも1日で3食分とか集められる子もいるかと思うので、そういう子がいればより集めづらい食材の比率を上げてみていただけたらなと思います。食材100個超えのレシピたちはこんなところでしょうか。それでは次に、これまでゴールド環境で活躍し続けてくれていたレシピレベルが上がっていそうなコーヒーレシピたち見ていきましょう。序盤のエナジーをとにかく高めて、リサーチの夢のかけら 1.5 倍を活かしたい方におすすめとなるでしょうか。目覚めるパワーシチュー、負けん気コーヒーサラダ、スパークスパイスコーラで考えてみます。食材を分解していくと、コーヒーが全てのレシピで使われていて、他は被りなし。で、全10種類なので、超大型レシピ作るときより1種増えましたね。ってことで一応さっきみたいな感じで3食分集めてみるとこんな感じ。コーヒー84個、大豆84個、トマト75個、キノコ69個、ミート84個、オイル66個、ポテト66個。リンゴ105個、生姜60個、ネギ60個、合計753個です。食材数が多くなっちゃうので、どうしても若干無駄が生じちゃいますよね。結構がっつりカスタマイズしたいところです。ってことで、とりあえずコーヒーをギャッツリ熱くするならこんな感じになるでしょうか。コーヒーをコーラ21食分の252個と、集めにくいキノコ、オイル、ネギを4食分ずつにしてみました。これくらいも悪くなさそうですね。コーヒーは微妙なんですけど、他は残り3日とかでも集められなくもなさそうですよね。とはいえ、この辺りの備蓄ってゴールド環境で皆さんなんとなくでも培ってきたものがあるかと思うので、いつも通りにやれば大丈夫って感じでしょうかね。ってことで最後はミックスしたやつを考えてみます。ここまで来るとだいぶややこしいんですが、あくまで一例として見ていきたいと思います。
新フィールドが来て鍋が大きくできた後はしばらくの間ミックスしたやつがベースになって進行していくかとも思うので、これからのスタンダードってことで一旦ね見てみましょう。ってことで一旦6レシピ全てで考えてみます。使われている食材は激辛ハーブ、若草コーン、美味しい尻尾を除いた14種となっておりまして、分解していくとコーヒーが4レシピに使われていて最多、相変わらず重要ですね。で2種のレシピで使われているのがリンゴ、ミルク、蜜、ミート、トマト、卵、ネギ、その他が1種となっております。言うて全部集めておいても2食分近くは集められるんですよね。ってことで月曜日はまあ乗り切れるでしょうから、これはこれで悪くなさそうです。例えばこの2食分のところから私の場合だとヒーラーがサーナイトで料理チャンスが出でんねでリンゴを集められるのでリンゴをがっつり削っちゃっても良さそうかなとか、そういう風にねカスタマイズしていけるといいんじゃないかなと思います。ちょっと極端なんですがこんな感じで集めにくい食材を厚めに用意しておく、集めにくい食材を集めにくい食材を厚くしておくのがやっぱりおすすめとなりますかね。これはコーヒーと卵、ネギ、オイル、キノコを3食分にしてあってカカオを2食分にしています。こんな感じで得意不得意をカスタマイズして食材を集められるとさらにいい感じですよね。今回はね鍋が大きくなるので試しにっていう側面が大きいんじゃないかなと思うんですが、今後鍋の基礎容量が増えたらより自分の手持ちで得意な料理に絞っていくといいんじゃないかなと思います。てなわけで超ざっくり3パターン食材集めのなんやかんや見てきたわけなんですが、最後のねミックス14食材なかなか頭痛くなりますよねパルもね思考が止まりかけたので一旦あの14食材が重要なんだなってことでいい感じに食材キープしておくとして、今からはレシピレベル上げ用の超大型レシピたちを中心に作るつもりで食材集めていこうかなと思います。言うてねすぐに2周年が来ますし、ある意味そっちが本番みたいなところもあるかなと思うんですけれども、そっちではキャンチケを切らないと超大型レシピたちは作りづらいので、いい感じに来週中にね使い切って2周年に挑めるように過ごせたらなと思います。ぜひですね、皆さんはどんな食材を集めているのか、何を狙いたいかなど教えていただけますと幸いです。そんな今週やっておきたい食材集めについてでした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みとなります。いつもたくさんのグッド本当にありがとうございます。それでは食材集めごっちりと進めていきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。